皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話していきます。今日はノンフィクション作家の山岡純一郎さんにお越しいただいています。このほど炎と水、中村哲と名もなき人たちの旅、この本をお書きになった山岡さんです。山岡さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、中村哲さん、はい、この人の名前、ほとんどの方がご存知だと思うんですが、実は有名な割にこの何をしたかというところまでですね、深く知っている方意外と少ない。そうですね、はい、各有私もですね、立派な方だというふうには、もちろん認識してるんですけども、実際どういう軌跡を歩いてきたかというまずところですね。はい、彼はお医者さんとしてですねスタートするんですけれども、九州大学の医学部を卒業して、はい、最初は精神科だったんですが、途中から三井三池、炭鉱事故の、後遺症のある患者さんたちを見るということで、神経科の方のですね、専攻もしまして、それで日本で、精神科神経科のお医者さんとしてやっておられたんですけれども、1978年にですね、たまたま福岡の登山隊が、パキスタンのですねヒンドゥークシュ山脈のティリチミールというですね、8000メーター近い、7700メーター以上あるような高い山に遠征するのに、誰か帯同してくれる医者いないかなということを探された。でその時に、友人を介して、その登山隊に紹介されたのが実は中村さんだったんです。なるほど。登山隊といいますか、当時日本は登山世界でもかなり有名な山の初登頂、K2 なんか成功された時期ですね。各大学には山岳部があって、で、有名な登山家の方々もいらっしゃいました。上村直美さんとかですね、田部井純子さんとか、ですから日本の遠征隊っていうのが組まれて、この地の山へ行くと。その時にお医者さんがついていくと。そうなんですね。それで行かれたわけですね。帯同医っていうのが必ずつけないと、国際的なその入山にはダメだと。でこれは登山隊の一つの不分率としてもあったのが、その帯同医というのはその現地に入ったらですね、その登山隊のための診療だけではなくて、現地にいるその実際のその住民の方々、その人たちが自分たちがちょっと具合が悪いとかっていうようなことで、見てもらいたいというようなことになったら、そういった人たちもきちっと見なさいねというのがですね、当時の登山、今でもそうかもしれませんけれども、登山隊が遠征した時のですね、ルールとして決まってたんですね。ベースキャンプみたいなのを作ったり、山頂に登るまでその各家庭で通っていかれる、そのところの地域住民の方の医療ですね、見るということですかね。だから中村さんが最初に行った時はパキスタンのチトラルというですね、北西辺境のさらにもう北の方なんですが、そのチトラルあたりからずっとそのティリチミールまで、まずはキャラバン組んで移動していくと、その移動する道々でも患者さんを見る、そしておっしゃったようにベースキャンプここにしようと決めて、それから荷物をですねどんどん上に上げたりなんかして次のキャンプをどんどん作っているんですが、このベースキャンプにいる時も来た人はやっぱりそれなりに見なきゃいけないということで、言ってみればその登山隊を見るというのが主眼ではあるんだけれども、そこの地域の医療ニーズっていうようなものに対してですね、それなりに応えなさいというふうな役割があったわけですね。なるほど。そこで現地の人のこの医療環境といいますか、健康状態っていうのを目の当たりにされた。そうですね。そうするとやはりパキスタン、しかも北西辺境の方ですから、ものすごい
貧しいところで、普段は全くお医者さんにかかることができない、はい、無医地区ですから、そこには本当にもう感染症がひどくなった人であったりだとかですね、眼病がひどくなったり人だとか、いろんな人がいるんだけれども、中村さんはそこで自分が持ってきた薬をですね、その人たちに処方するわけにいかないわけですよ。もともと登山隊のための薬。そうですね。でそこの時に、例えばこれは彼自身自分の本に書いてますけれども、仁丹のようなものをですね渡して、そしてそこだけは収めてですね、それで帰っていただく、そういうことに対してのものすごい内心の葛藤といいますかね、本当に自分がちゃんと医療を提供できない悔いといいますか、そういったものも感じながらその時は帯同していった。ただ一方で中村さんというのはそういう使命感に燃えるお医者さんではあるんですけれども、もう一つですね、ティーチミルに行った彼の大きな理由として蝶々が好きだったんですね。蝶々、昆虫の蝶々ですね。そしてテリチミルあたりっていうのはモンシロチョウの原産地がパミール高原って言われてるんですけれども、そこに割合が近いということで、テリチミルの衛生隊に参加すれば珍しい蝶やいろんなものがですね見れるんじゃないかっていう、そういう彼自身のその昆虫に対する思いみたいなものもあって、その遠征隊に参加したと。このご本を拝読いたしまして、その昆虫に対する思い、幼少期の思いが書かれてました。お父さんが厳しい、もともと共産党の活動家、お父様がですね、でお母様も厳しい、お母さんの方は血筋はお母さんのお父さん玉井金五郎さんというですね、これは北九州の若松でいわゆる港湾労働者、港湾2役の人たちですね、沖縄市と当時はいたようですけれども、この人たちを束ねるですね玉井組の親方として荒くれの男たちをですね、一生懸命統率してた。なるほど。非常に任侠の人といいますかね、そういう家系のお母さんですよね。なるほど。実は私の父も海運会社に勤めてまして、その世界のことはよくって言いますか、たまに耳にはしておりましたけど、その幼少期昆虫に対してものすごく興味があって、医学部に進まれた後もなんか入り直したり、そうですね、できれば考えてたって書いてありました。本当は昆虫の方が好きでこっちの方行きたかったんだけれども、さっきおっしゃったようにお父さんが厳しい人で、お前は日本のために世の中のためにならなければいけないというようなことをですね、随分ある種プレッシャーをかけられて、ずっとやってきたもんだから、なかなかそっちには行けずにやっぱり医療の方へですね、全うして進んでいって。なるほど。そうなりますと、医師としてその、医療を必要とする方々がいっぱいいるところに行ったのに十分な医療を施せなかった。そうですね。それとその蝶々というものの魅力っていう、そういうものがぐっと心を動かしたんですね。ですね。それがパキスタンという国への最初の、ものすごいインプレッションって言いますかですね、として残った。おそらくこの山岡さんがこの中村さんのことをこの本にしようと思ったことと被ってくるのかもしれませんけども、やはりこの、普通のって言ったらおかしいんですけども、大方のなんか日本人のイメージとして、そういう体験があったにしても、既存の枠からですね、離れない人がなんかほとんどですよね。多いじゃないですか。突き動かす動機っていうのはそれぞれの人生でそれぞれの場面であるとは思うんですが、大なり小なり、なかなかその今までの価値観の枠っていうか、やってきていることを変更して投げ捨ててまでいかなくても変更してできる人っていうのはあまりちょっといない社会じゃないですか。それで、中村さんっていうのはそこからぐっと力をとか全身全霊傾けていかれたんですけど、このあたりっていうのはどういう人間としてどういう人間性を
感じられましたか、取材されて。そうやって最初にティリチミールへ行った。でいろんな心の中に刻まれるものがあって帰ってきた。で自分はとにかくパキスタンのその無医地区、お医者さんのいない地域でなんとかやっぱり診療したいという思いがどんどん強まっていくわけですよね。で、その時に実は中村さんが1984年にいよいよパキスタンのペシャワールというですね、北西辺境の古い都があったところですけれども、その町へ、行くと。その町のキリスト教の病院の中でハンセン病の患者さんたちの治療を始めるという、その直前ですね。その直前に、中村さんを応援する人たちのグループとしてペシャワール会っていうのができます。でここは今もずっと活動を続けていて、中村さんがやることに対して資金的にバックアップしたり、あるいは人的に、そのボランティアを入れたりとかする、そういうグループなんですが、それができて、そこの解放っていうのが1号2号と出てくるわけなんですが、その2号目にですね、実は中村さんに対する批判っていうのがあったっていうことが。批判ですか。でその批判っていうのが、84年の初め頃ですけれども、日本では大変な医療が大変な地域っていっぱいあるじゃないかと。でなぜわざわざその外国まで行くのかと。でそれは外国人が親切の押し売りのために行ってるようなもんじゃないのか、現地には現地のやり方があるじゃないかみたいなですね批判があったわけですね。でそれに対して中村さんは真正面からは反論はしていませんけれども、人っていうのはとにかく生まれ落ちたところで、それぞれの重荷を背負って生きるようにですね、神から役割を与えられているんだと。でそれぞれの場所でそれぞれの思いで何かを選んで生きていくっていうことが大事であって、そのことを自分たちは活動のベースにしてるんだと。だから自分はパキスタンでパキスタンの人たちのために医療を提供していきたいんだと。でそれは私自身が生きるための一つの選択であるんだと、それをとやかく言われる筋合いはないということを彼ははっきり言ってるわけですね。なるほど。でやっぱり彼のベースの中にはその中学2年の、3年の時に、キリスト教のプロテスタントのバプテスト派に彼は入信するんですけれども、やっぱりこのキリスト教のその神と自分とのこの関係性の中で、人の行かないところへ誰もがやろうとしないようなことをやるんだっていうようなですね、思いっていうのがやっぱり思春期ぐらいからずっと自分の中に培ってきたものと、そういう価値観がやっぱり一つはあったのかなという感じがします。でと同時にですね、やっぱり、中村さん自身の中にはさっきもおっしゃったように日本の中のこの狭い関係性の中でやっていくよりもやっぱりもっと外へ飛び出したい、できれば外国で何かやりたい、アジアでやりたいっていうようなですね、そういう思いがやっぱり非常に強かったんじゃないかなと思う。で言ってみればアジアの地域の中で活動したいっていう思いの中にはですね、ひょっとすると九州ならではのといいますか、アジア主義っていうアジア主義、考え方ありますよね。大アジア主義とかって言いますけれども、これはちょっと、古い話に遡りますけれども、いわゆるその自由民権運動というのが起こってきたところに、明治の初め半ばぐらいから起こってきた時に、やはりその日本だけがその自由民権ということでやっていくんではなくて、やはり虐げられているアジアの国々、それは中国はいろんな国々のもう植民地化されているような状態、他の国もやはりこの西欧に圧迫されている、そういう中でアジア全体をもっと開放して、そして日本がその中の中心になってですね、アジアを連携しながらまとめていくんだ、そのためにアジアのために活動するんだというような考え方が、例えば、植木江守だとかですね、ああいった人たちから始まっていて、その考え方に実は植木はどっちかっていうと思想的にはリベラルな方だっていうふうな枠組みになると思うんですけれども、彼のその考え方を支持した人の中の一人が例えば遠山満なわけですね。なるほど。
で現用者なんかはやっぱりそういう考え方にものすごくこう肩入れしていって、はい、でアジアを救うんだと、はい、アジアと連携するんだということで、例えばその後中国の孫文との関係とかですね、はい、いろんなものができてくる。そうですね、九州にはそういうですね、はい、なんていうんですかね、九州ならではのやっぱりこうアジアに対する思いみたいなものが、ひょっとするとやっぱり環境として非常に熱強くあるんじゃないかな。なるほど。で中村さんのお父さんの勉さんっていうのはコミュニストではあったんですけれども、はい、実はその右側のナショナリストの人たちともですねつながりがあったというふうに、地域の郷土史家の人たちからはですね私、取材中に聞いたこともありまして、そこら辺が実は中村さんがパキスタン、そしてその後アフガニスタンということでですね、活動領域を広げていくための何かこう見えない力としてあったのかなという感じもします。なるほど。それで中村さんのですねこの力っていう、ペシャワール会というのももうできてしまって活動もねこう何年も続けてられる中を振り返って見てしまうとなんか当たり前といいますかそういう会があって努力されてきたんだなと思いますけど、そもそもペシャワール会ができるっていう、一人のところに中村さんというところにいろんな方が集まっていってこうなんなんですかねこう引っ張られていく感じがするんですけど、この本をお書きになった山岡さんもその一人なんじゃないかと思うんですけど、引きつける。そうなんですよね。サブタイトルで中村哲と名もなき人たちの旅っていうふうにつけたんですけれども、気がついてみると自分もその中村哲と名もなき人たちの名もなき人の一つの中に入ってですね、そうですね、一緒に取材を通して自分なりの旅をさせていただいたような感覚はあります。この、山岡さん自身の引きつけられ方というところも、教わりたいですし、いろいろなその引きつけられた人を取材されたということなんで、ちょっとそのあたりで印象に残った方、そうですね、中村さんっていうのはその壮大な事業をするわけですよね。最終的にアフガニスタンで何十キロもの用水路を作って65万人以上とも90万人以上とも言われている人たちの生活を成り立たせて農業を再生してっていうこういう壮大な事業をやる、言ってみれば、聖人的なですね、イメージを持たれる方も多いかと思うんですが、一方でこの人はものすごく人間臭いところがありまして、例えば中村さんが用水路を作るあるいは井戸を掘るっていう時には日本からいわゆる青年のワーカーがですね、世代的にはロストジェネレーションなんて言われる、ロストジェネレーションという言葉は実は宮崎さんが新聞時代に使われたというか、企画そういうシリーズをやりました。もう2007年ぐらいですかね。6年か7年でまさにロストジェネレーションの世代の人たちが中村さんに引き継がれていくんですけれども、その理由の一つがですねやっぱりそういう聖人的なイメージがあるんだけれども、普段の中村さんってのはものすごく気さくな人間味あふれる人で、そういう若い人たちに対してこう、一種の親父ギャグ的なことをこう発するんですけども、なかなか受けないですよね。そうすると受けないとですねガクッとかって言って小さい声で言うらしいんですよ。でガクッとかって言ってどっかにこうスーッといなくなったりだとか、あるいはこの間ですね実は私日比谷でこうトークイベントをしまして、この本に関してなんですが、その時に来ていただいたのが西谷文和さんというですね、ジャーナリストで、関西で活動している人なんですが、この人は2010年に、たまたまアフガニスタンのジャララバードっていうところへ行ったらですね、中村さんに会わせてくれた人がいて、直接中村さんと初めて偶然会うわけですね。でその偶然会った西谷さんに対して中村さんすごくもう本当にこうなんていうんですか、肩の力を抜いた普段着の状態で接しておられるところを、彼が動画で撮ってたんですけれども、で用水路をこうずっと作っていてですね、砂漠の中に用水路を引いていろんな労働者たちが働いている、彼自身も重機を動かしたりなんかしている現場で、西谷さんが中村さんこの用水路の設計どういうふうにしたんですかってこう動画で聞いてたんですね。そうすると中村さんが作業着姿のままふーっとこう歩きながらですね、いやー私は日曜大工が好きでねとこういうわけです。
日曜大工のスケールじゃないだろうと。家を建てるどころじゃなくて土木作業ですからね。河川のだから相当、本人はもちろん相当な専門的に勉強してですね、その設計も自分でこうやったりなんかしてるんだけど、私は日曜大工が好きでねって、こういう何とも言えないこうおとぼけ感というかですね、この辺もそのうわーっと集中していろんなことをどんどんこうなんて言うんでしょうかね、こう鬼神のようなですね迫力でやるときと、ぼんやりして私は日曜大工が好きでねって言ったりだとか、あるいはご自宅にこう、帰った時にですね、こう庭を見ていて、ご家族にですね、いやここに温泉でも掘ろうかねってぼそっと言うわけですよ。で普通のどっかそこら辺の、私のような人間がですね、家族に温泉を掘ろうかねって言ったら誰も何を言ってんのバカなことってんで終わってしまうと思うんですが、ご家族はですね、いやうちのお父さんだったら本当にやるかもしれないと。なるほど。いうことで必死に止めたっていう話もあってですねなんだかな。で一方でなんかクレヨンしんちゃんが好きでね、漫画のあれを単行本を全巻揃えようとされてたりとかですね、なんか目的意識といいますか、課題解決のためにこう突き進んでいく力がとてつもなくあるっていう。そうですね、でそれは魅力ですよね。そうですね。なかなか人間ってこう、いろいろ思いついてもやらない理由を考え出したりしてでしかもいろんな人をこう巻き込んでいってですね、だから若い人たちにとっては本当にこううわーっとこう迫力込めて事業をこう遂行していく時と普段の本当にもうこうフラットな関係の中でお互いにこうやり取りできる、こう集中と発散というかですね、なんかそこのメリハリの楽しさみたいなのもあったんじゃないかなって感じしますね。で、中村哲さんについて、若い方であまり深くお知りにならない方のためちょっと説明します。お医者さんとして入られるわけですけども、医療に勝るものっていうものを考えられて、その水の大切さ。そうなんですね。はい。そういうことなんですね。いわゆるきれいな水ですよね。そうですね。人間が飲める水ってこの大切さに気づくわけですね。気づいて、で人を助けるには、もちろん自分は医師なんですけども、そこからその灌漑工事っていうのを進めて、井戸を掘って用水路を作ってっていう、そこの向かっていく。そうなんですね。ここの転機がですね、さっき申し上げたように、まず1984年にパキスタンのペシャワールで医療活動を開始します。で、パキスタンでやってるんだけれども、当時もうアフガニスタンが内戦状態、あるいは、ソ連が79年に侵攻して10年間は、ソ連が進駐してますから、ものすごいこう戦闘状態になってる。そうすると難民がどんどん入ってくるわけですよね。そうするとパキスタン側に難民として入ってきたアフガン難民の人たちも診療しなきゃいけないということで、まずアフガニスタンとの間の関係性ができていって、そして中に入ったりアフガニスタンに入ったりパキスタンに戻ったりしながらこうやってるうちにですね、2000年にアフガニスタンがものすごい干ばつに遭ってたんですね。でアフガニスタンに中村さんがこしらえた診療所に行ってみると、もう診療所の前にもう瀕死の状態の子供を抱えたお母さん方がうわーっとこう詰めかけてたと。でみんな水がない、飲み水がないもんだから、汚れた汚染された水を子どもたち飲みますね。そうするとそれが腸管感染症になって、そしてもう脱水症状になって、そして死んでいくというのをもう目の当たりにして、これはもう薬どころじゃないと、まずは生きておれと、そのために井戸を掘るんだということで、スタッフに命じてなんとかこう井戸の修復というのとこから始まるわけですね。で実際に修復してみると、すでにあるものを修復するよりは新しく掘った方がむしろ効率的だし、水の出もいいぞということで、そこから始まって1600本ぐらいですね、井戸を掘るんです。1600本っていうのは、この数もさることながら、その動機ですよね、この動機づけの部分っていう、これはお医者さん、もちろんお医者さんっていうのは、病気を治して命を助けてというのが、
本文ですけども、その目的のために何が必要かというのを考えたら、この医療行為でも考えてみたら、この井戸を掘るのもそう考えたら医療行為なんですね。そうなんですよね。命を助ける。まさにこう、人の命を救うには何が必要なのかっていう一番のそのニーズの中心を突き進んでいくと、やっぱり水だろうと。薬や食べ物って言っても食べ物もできない、水がないと、灌漑がないと農作物が取れない、作れないで、もう外から輸入するだけで追いつかないと、でアフガニスタン貧しいですから、外から入ってもなかなかその下々の貧しい人たちにはそれは行き渡らない、だったらこの場で、井戸を掘り、あるいは川から水を引いて、用水路に水を引いて、それを農地、砂漠状態のところまで引いてきて、そこを農地に変えると。そしてそこで小麦や野菜やいろんな食べ物をこしらえる。そして人が生活できるようにしていくっていう、やっぱり大きな循環をね、そこで作るっていうことが、究極の医療だろうと、それは人を救うことだろうというところに突き進んでいくわけですね。なるほど、わかりました。そんな中村さんにこう引きつけられて、日本からもこうスタッフとして、現地へ渡っていった方も多数いらっしゃったと思います。看護師さん、なんかもそうですね。女性看護師の藤田千子さん、藤田さんは1990年に最初行かれてですね、それからもう中村さんがお亡くなりになるまでずっとその同志として支えられた人の一人ですけれども、藤田さんも実は藤田さんと中村さんが出会った場所っていうのがですね、福岡徳洲会病院なんです。徳田虎雄さんの。そうなんです。で実は私中村さんの本を書く前にもですね、こういう本を実は書いてまして、ゴッドドクター徳田虎雄と、これ小学館から今文庫になって出てる本なんですが、徳田さんっていうのは徳洲会というですね、民間で今病院の数が90ぐらいで、職員数は4万人も超えたようなですね、大民間病院グループに成長してるんですが、これを徳之島のご出身ですね。でそれで徳洲会という名前、これで作った病院、ここで実は中村さんは最初に、パキスタンに行く前にですね、1983年から84年の初めぐらいにかけて7ヶ月ぐらいですね研修してるんです。研修、この研修っていうのはもともと専門領域としては精神科、そうですね、精神科、神経科、こっちだったんですけれども、途上国のパキスタンでいろんな患者さんを見ると、そうするとハンセン病の方々を中心にとは考えているけれども、とにかくいろんな病気の方々がやってくる、で医療機会も少ないもんだから、いろんな形でやってくる人たちを見るには、自分が総合医としてのですね、力をつけなきゃいけないと。この総合医としての力をつけるためには、何でも見させてくれる、その診療科ごとに縦割りではない特集会で自分は訓練をしようということで、アルバイトを兼ねてですね、中村さんは特集会でやっていた。その関係があって、実際に、パキスタンで活動するようになってからも時々特集会にはですね、中村さん顔を出しておられた。でその中で86年に帰られた時にですね、福岡特集会病院で講演をするんですね。講演会、その時に聞きに来ておられた聴衆の中の一人が、先ほど申し上げた藤田千代子さんで、藤田さんは特集会の看護師さんだったんですけども、そういう人たちがわーっと集まってる中で、中村さんから誰かパキスタンで一緒に活動してくれるいませんかと言ったら、はいって手を挙げてですね、そこからの同志になっていくと。これわざわざと言いますか、もちろんお医者さんとしてのキャリアがあって、ただその現地で必要な技術として学ばなければいけないのは、これだと今でいうと総合診療医みたいなイメージですか。もうそれは怪我も見なければいけないし、内科的な病気も見なきゃいけないし、ホームドクターのもっと広いですよね。それだから全方位で見なきゃいけない、
でもちろん患者さんの方にこの医療に対する知識もそんな普及してない地域でしょうから、もう全く手探りの状態から何の病気かっていうのを見つけていかなきゃいけないでなおかつ専門領域としてはハンセン病を見なきゃいけないと。でハンセン病の治療のためにはやはりその傷を整形外科的な手術をしたりだとかですね、いろんなことをやらなきゃいけないわけですよね。なのでその辺の手技やなんかもやっぱり身につけなきゃいけないということで、これやっぱり徳田さんのところに行ったっていうのはその日本のなんか医療界の状況、ご本の方にもちょっと書かれてましたけども、やっぱり日本の医療システム、先進国の中で、うまくいってる方だというふうに言う方も いますけども、ちょっと縦割りであったりとか、そうですね。人事が閉鎖的になるとかいろいろあります。一番がそれですよね。要するに大学のその大学病院っていうのは教授がトップにいてですね、今准教授講師助手みたいなこのものすごいこう、ピラミッド構造になっていて、ヒエラルキーがもうバチッと決まっていると、でそういうところでしかも縦割りで、外科第一外科第二外科とか内科の中でも循環器だなんだかってこういうふうなもう本当に臓器別の縦割りがいくつもあるような、そういう組織ですよね。それと医局制度って言いますか、地方病院に「はいあなた転勤」って言われたらもうそれに従わなきゃいけない。それもボス教授の、鶴の一声で、君あそこの病院のあそこへ行きたまえみたいなことでみんな動かされると。でそういう病院の組織に対して中村さんやっぱり馴染めない部分もあったような感じですね。それとやっぱり実践的じゃないってことなんでしょうかね。そうですね。だから例えば母校の九州大学で例えば内科で、研修受けようとしたら、もう内科の臓器がじゃあ循環器だったら循環器だけっていう世界でしかこうできない、横串通して動くっていうのはできないわけですよね。なるほど。そういう日本のその医療界の、こう保守的といいますか、縦割りになってがんじがらめのところから、もう全く新天地へ行かれて、でもそこでさっき言われたその批判みたいなのを受けながらですよね。最初やんなきゃいけない。多分中村さん自身はその批判に対してどう思ったんでしょうね。その反発されたといいますか、どうだったんでしょうね。でも自分はここで普通にやってるから言いたい人は言ってていいんじゃないの。そういう感じですよね。ですね。別にそれいちいち目くじら立てて、自分を正当化しようなんていうことよりは、医療行為をどうやっていくか、あるいは医療だけで救えない人たちを具体的にその考え事業を通してどうやっていくか。やっぱり中村さんっていうのはその説明をこういちいちするっていうよりは、こうやって行動で示すっていう、そういうタイプなのかな。自分のやってることをこう見せていくっていう。そういうことですね。だからさっき同志として入った藤田さんの話をちょっとしてましたけども、藤田さんがですね中村さんと一緒にやり始めてすぐぐらいになかなかやっぱりこう現地の看護師さんっていうのはこう、男性の看護師さんがばっかりなんですけれども、なかなかやっぱり女性が仕事の上ですね社会進出しにくいようなところもあって、男性看護師ばっかりで、その男性看護師は気ぐらいが高いもんですから、ハンセン病の患者さんの足を洗ったり手を洗ったり消毒して、そしてこういろいろやるようなそういうことをやりたがらないわけですよ。で洗面器に手足をつけてこう消毒してっていうようなことをやりたがらない。でそうすると藤田さんが全部それ一人でやってしまうようなことをやってた。そうすると中村さんに叱られたっていうんですね。君はそうやってこう今一生懸命やってるようだけれども、その仕事あなたは日本人のワーカーでたまたま来てるだけだと。あなたがいなくなった後この仕事誰がするのかねと。周りを巻き込んでとにかくやっていくようにしてくれと、それが我々日本から来てるワーカーの務めなんだと。現地にその医療技術医療が根付かないとダメなんですね。でここがやっぱり中村さんの活動の一つのポイントで、要するにさっきいろんな批判がある、その中に、自分の親切の押し付けで言ってるだけじゃないかっていうような
批判に対していやいやそうじゃない、自分たちがやろうとしているのはあくまでも現地の人たちが自立しようとしていることをサポートしに行くだけなんだと。つまり現地が自分の足で自分立って、そして自分たちのこうやり方でできるようになる、そのための補助をするために言ってるだけであって、そこが目的なんだと。なるほど。そこが揺らがなかったですよね、そこはね。わかりました。それと中村さんといえばですね、その出発の時に医療界からそういった批判も受けたということですけども、その後、現地での活動を通じて、その医療、この水が大事だと、で灌漑の工事、井戸を掘って用水路を作ってということで、それの実行をしてその効果も現れてきて、なるほどこれはすごい活動だっていうのは認められた後もですね、なんか批判を受けてられますよね、国会に。そうなんですよね。でその辺がねちょっと、これだけ日本人がですね、その遠く離れた地、貧困とその医療過疎の地区で、これだけの効果を上げる、結果を残しているのに何かそうですね、評価って言いますか、本人その日本国内から評価されようとか、そういうふうなことは思ってらっしゃらないと思いますけれども、これは何なんでしょうね。そうですね、中村さんが国会に参考人として、呼ばれてですね、質問に対してこう意見を述べた機会が2回あるんですね。2001年と2008年だったと思います。で2001年はですね、9.11、アメリカの同時多発テロが起きて、そしてアメリカがもう一斉にオサマ・ビンラディンをかくまっている、アフガニスタンのタリバン政権に対して、早くビンラディンを出せと言うんだけれども、タリバン側は第三国には出してもいいけれどもっていうようなことを答えても、いや問答無用だってことで空爆をするようになって、その局面で中村さんはその現地の様子を聞かせてくれということで、国会に呼ばれて、でちょうどその局面で小泉政権が自衛隊をですね、どういうふうにして出そうかと。今回のイランの戦争の時にもちょっとありましたけども、あれの一番最初のバージョンというかですね、2001年の時に、小泉政権どうやって自衛隊出すかって、テロ対策特別措置法という法律を国会で決めなきゃいけないということで、そのプロセスで中村さん呼ばれて、で、聞かれるわけですね。自衛隊出そうと考えてるみたいな感じで、いやそれはもう百害あって一理なしで有害無益でございますというわけですね。というのが、自分たちはあくまでもその平和国家である日本から来ていると。日本はパキスタンにもアフガニスタンにもその武力で何かをしようとしているような思いは持ってないと。それが自分たちが車に日の丸をつけて活動していても、それはもう一目で分かってもらえるんだ。だから言ってみれば丸腰だからこそ、自分たちはそこで人の中に入っていって、地元の人たちから信頼されて活動してこれたんだと。ここで日本が自衛隊を出すと。日本では自衛隊と言いますけれども、英語で言えばあれはジャパニーズアーミーだと。日本軍としか英語の取りようではないと。ほんでジャパニーズアーミーがアメリカンアーミーに協力するというような、そういうふうな文脈でしか捉えられなくなったら、自分たちが十数年かけて永遠と築いてきたこの活動に対する信頼感というのがもう一朝にして崩れると。なるほど。いうようなことを言うわけですね。国会で言うわけですね。でそうするとですね、国会議員たちがですね、もう笑ったり罵声を浴びせたりですね、笑ってましたね。ものすごい勢いで、だから本当に現地で実践して一番リアルに活動している人が、一番リアルな思いで述べたことに対してですね、笑うわけですよ。国会に座ってる連中は一回も見てないわけじゃないですか。
自分たちがアメリカから言われてショーザフラッグだとかなんとかって言われて、それでその気になってると、ところが現地のニーズは全くそこではないところにあると、これをバシッと中村さんに言われると国会議員たちは笑うわけですよね。でこれがこの辺りがですね、海外で何か活動をしようとする人に対してこう足を引っ張るというかですね、自分たちの内輪の論理だけでですね、それをこう揶揄したりだとかっていうことにまずさらされた。それが2001年のあの時だったんですね。でその時にですね、もう一つこういう聞かれ方もしたんですね。じゃあ自衛隊がその直接上陸して何かするっていうのが大変で、それが難しいならば、パキスタンのアフガニスタン人のアフガン難民キャンプがあると、そのキャンプへ、自衛隊の医官だとか、自衛隊の看護師だとかそういったのを派遣して、仮設の診療所をこしらえるから、そこで、難民の人たちを診療したら、それは自衛隊に対しての現地の人たちに対しての貢献になるんじゃないかと、自衛隊の存在意義もその武力で何とかするわけじゃないからいいだろうと、こういうふうな意見も出たんですね。なるほど。それに対して中村さんが、いやそれもほとんど役に立ちませんと、日本人が言っても言葉もわからない、現地の人が持ってる思いも聞き取れない、そういう状態で医療をやろうとしてもそれは無理があると、それよりもパキスタン自体が今1600人もお医者さんが職にあぶれて余ってるんだと、この1600人のお医者さんから選抜をして、そういう人たちを難民キャンプに送り込んだ方がよほどそれは効果的だと、これも実にこう現地のこのリアルな感覚で答弁するわけですよね。というようなことを最初やり取りして、そしてそのまた7年後にこのテロ対策特別措置法が、一旦時限立法だったもんだから伸ばすかどうかみたいなところにもう一回呼ばれたんですね。でこの局面で中村さん実はですね、その年の2008年の8月にですね、日本人のワーカーとして入っていた伊藤和也さんっていう人がいたんです。この人が実はアフガニスタンで、現地のその武装勢力のような人たちに、拉致されてですね、そして誘拐されて最終的に銃撃されて亡くなってしまうと。こういう非常に不幸な出来事があって、そのこともあって、そして呼ばれた時にテロ対策特別措置法のその自衛隊派遣に関しても聞かれて、やはり有害無益です、派遣してもしょうがないですっていうことを言った後に、この事件のことについて聞かれるわけですね。でその時に中村さんが言うのが、この伊藤さんが亡くなったからテロとの戦いを日本もしっかりしなきゃいけないんだっていうような、そういうふうな政治的な利用をするのは真っ平ごめんだと、そういう使い方、伊藤さんの死に対してそういう政治で利用するような、そういうことはもう本当にやっていただきたくないと。で、伊藤さんの死っていうのは確かにそれは自分にとっては大変なことなんだけれども、それだったらここで全員引き上げろということで日本人のスタッフは引き上げたんだけども、中村さんまで引き上げろっていう話になったら、じゃあアフガニスタンの人たちのあの人たちの命はどうなるんですかと。今こうやってやっと用水路を引いて少しでも考えができるようになっている状態で、ここで自分まで引き上げてですね、やってしまったらもう完全にこの事業は途中で頓挫してしまうと。日本人の命も大事かもしれないけれども、アフガニスタン人の命もこれまた同じように大切なんだと。日本人の命が大切だというんだったら、アフガニスタンの生存権というのはどうなるんだというようなですね、やり取りやなんかもその時に展開するんですね。なるほど。本当中村さん銃撃されてお亡くなりになってっていう、この損失というのは本当計り知れないように思います。どういったんでしょうか、日本のその平和主義といいますか、その信頼というものがあって、現地の人にそれを感じ取ってもらえて、活動して現地の方のその医療健康に貢献できてた、それの実践者
もうそれを証明してたわけですよね。でしかも後半はそういう農業の灌漑事業っていうのをもう大々的にですね、展開できるようになって、人が生きていくもう生活そのものの基盤をこしらえたわけですよね。そこに対してのアフガニスタンの中村さんに対するこう思いというのは、日本人の我々が、私は取材に行ってなるほどなと思いましたけども、もう至る所でですね、私が日本人だとすると中村とかですね、あるいは現地の言葉でカカ村っていうような言い方があるんですね。これは中村のおじさんみたいな、こうものすごくこうなんていうんですかね、親しみを込めた呼び方なんですけども、そういうことで呼ばれる、あるいは中村さんの名前を冠したスーパーマーケットがある、あるいはそのスナック菓子があってですね、中村さんの似顔絵がそこに書いてあるとか、いろんな形でアフガニスタン人の人たちがもう本当にですね、こうなんていうんですか、神棚に上げてこう眺めるんではなくて、自分たちと同じ生活のこの次元で、この人は本当によくやってくれたっていうような思いで捉まえてるのがやっぱり中村哲っていう人なんですよね。それに対する日本の政治、全部だとは思いたくはありませんけども、の冷たさって言いますか、そうですね、アメリカにオン・ザ・ブーツとかって言われたら、それに向けて一目散に、どうやってそれを実現するのかっていうところにしか頭がいかない、そうですね。でせっかくの日本の、平和憲法を持っている日本のこの平和主義国家としての、役割をまさに実践してきた人、ここを、嘲笑したわけですからね。そうですね。この本当でもそれにも負けずにですね、やはり中村さんに続く人っていうのはどんどん、そうですね、おそらく多分世界に行ってられる方で、そんなに取り上げられてないだけかもしれないんで、そういうことを実践しようとされてる方いらっしゃると思うんですよね。でそれが別に私は称賛しなきゃというそういうことまで言うつもりはないですが、それを認めていこうというような社会に僕はなっていくべきだとこの5本を読んで感じました。なんていうんですかね、中村さんというのはやっぱり、日本のその戦後のその日本国の生き方、こうやって、平和主義で生きていこうという決意をした。そうですね。それの、本当実践者だったようにと思いますね。やっぱりこう非暴力の平和主義というか、平和をイズムではなくて、やっぱり現実にどうやって体現するか、そういう現実をどう作ったかっていうところで実践したのがやっぱり中村さんかなという感じがするんですね。でその中村さんと一緒に活動した日本人のワーカーの人たちがたくさんいるっていうお話さっきちょっとしましたけども、藤田さんだけではなくて、男性のまさにロストジェネレーション世代の若者たちが一緒に入っていった、そういった人たちの中ではですね、中村さんと一緒にやった活動を、自分の生き方の、ベースにしてですね、ある人は子どもたちが読む絵本のですね店をこうやっていてですね、その絵本を読んでもらうことによって、その家庭の中の例えばデジタルバイオレンスみたいな状況が起きないようにしたい、家庭のやっぱりこう平和みたいなものが最初ベースではないかってことでやってる人だとか、あるいはやっぱり農業っていうものをもともと志向してた人はアフガニスタンで用水路をこしらえて、アフガニスタンのその農業を再生させると同時に日本に帰ってからはご自身がですね、自然農法で、こう手広く野菜をこしらえて、それをこういろんな人に提供していたりとか、そういう形で中村さんと活動した人がそれぞれの生き方に彼のスピリッツをですね、取り入れてやっていくっていうところも一つあると同時に、やっぱりこの中村さんがやったことをもう少しこう社会が客観的にちゃんと見ていくようになればですね、宮崎さんおっしゃったように、これから第二の中村とは言いませんけれども、いろんな形で今ある枠を飛び越えて、新しいことにチャレンジするっていうことが、いやそれは普通にやっていいんだよと。
いうようなそうですね。こう捉え方にね、はい。社会の雰囲気が変わっていくといいのかなという感じがします。で、私この山岡さんのこの本を読んでですね、まずこの日本国憲法の全文をですね、はい、もう一度読み返してみたくなったんですよ。これはもう私はあんまり押し付けるような形でなんか意見を言うのは控えますけども、日本国憲法、もちろんこの自分たちの国どうやって生きていくかということが書かれてるんですけど、これやっぱり国際社会を信頼してその自国のことのみに専念して他国を無視してはならないとか、これ世界のことを考えての決意表明なんですよね。世界の平和を考えての決意表明なんで、僕はもう中村さんっていうのはこれの実行者だったっていうふうになんか思えたもんですから、ちょっとこれを読み返そうと思って、確認しようと思って、読みました。これはまあ皆さんどうするかお任せしますけどもかなり思うところがありました。はい。今日はですね、この中村哲と名もなき人たちの旅、炎と水をお書きになった山岡純一郎さんにお越しいただきまして、この中村哲さんの生き方について教えていただきました。山岡さん、どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。